最近の某テレビ局の騒動を見て感じたのですが、なぜここまで問題が起きたの前に内部で自浄作用が働かなかったのでしょうか。ひろきさんのご見解を聞かせていただければ幸いです。自浄作用が働くことはないです。これね、多分ね、キューブと一緒なんですよね。そういう仕組みだよねというふうに思って、真面目な人たちが真面目に働いていると、その仕組みは維持されるんですよ。フジテレビは起きがちで、他の局だと起きないとかってもあるんですけど、例えばじゃあタレントさんがいますと。そのタレントさんのおかげでいい視聴率が取れています。で、打ち上げがありますと。そのタレントさんに喜んでもらいたいよねと思って、自分もなんか宴会芸やるし、どうせだったら綺麗どころがいた方がいいよねとかで、じゃあ女性社員を呼んで楽しい会にしたいと思います。これはね、どの会社も起こりうることなんですよ。取引先とじゃあ打ち上げやりますっていう時に、全員男性だと忍びないから、やっぱなんか女性いた方がいいよねっていう風にはなるんですよ。で、これが善悪とか、男女女性の役割とかっていうフェミニズム的なことは置いときましょう。社会はそういう風なものです。取引先を喜ばせることで金が儲かるんですよ。なので新入社員でそんなに大した仕事ができない女の子だったとしても、でもその飲み会に参加することで取引先が喜んでくれて仕事がうまく進むんだったら、別にそれはいいんじゃねっていうので、そんなに大して頑張ってない女の子もじゃあそこにいますっていうことで飲み会楽しくなりましたよねっていうのは起こるんですよ。で、ここまでは日本社会でよくあることで、別に何の法にも触れないことなんですけど、で、こっから二次会にカラオケに行きますと。取引先の部長かなんかがカラオケが好きで、一次会終わった後に、カラオケどうすかって言われて、行きましょう、行きましょう、行きましょうみたいになったとして、じゃあ取引先の部長がカラオケに行くと。で、僕も行くけど、全員男だと忍びないから、ノリのいい女の子で来る子いないっていうので、ちょっと何々ちゃんどうって聞いた時に、ノリのいい女の子でカラオケ好きで、おごりだったら行きたいですっていう女の子もいたりするんですよ。で、それでその何々ちゃんは、結果として相手の部長に気に入られて、取引先の担当者になるかもしれないし、例えば僕が課長だとしてね、課長である僕にも、あ、こいつフットワーク軽いなっていうので気に入られて、名前覚えられて、いい仕事が振られるかもしれないから、だから女性も、じゃあ私やりますって言って行くっていうのがあるんですよ。で、これは男性社員もあるんですよ。ある程度人数いるよね。どうせカラオケ行くんだったらじゃあ5、6人必要だよねっていうので、2、3人ぐらいしか行かなそうだったら若手が、俺行きたいっすみたいな言うと、じゃあお前も来いよみたいなので、そこでその新人で何の仕事もできない子が覚えられたりとか、部長と仲良くなったり、課長と仲良くなったりっていうのもあるので、そこで人間関係ができるので、そういう場に参加した方がいいよねというモチベーションがいろんな人に発生するんですよ。これは普通にどの会社でもありますと。で、ここから先の延長線上の話なんですよ。で、今度のその先の延長線上っていうのが、保険会社の営業、なぜ女性が多いか問題になるんですよ。僕が知る限り、保険会社の営業で、男性の人で会社回りしてる人見たことないんですよ。もちろん保険会社の正社員で男性の人いっぱいいますよ。管理職やってますとか、計算系の仕事やってますなんですけど、生保レディって言葉があるじゃないですか。日本生命だと日生レディって言葉なんですけど、日生ボーイって聞いたことあります？日生ジェントルマンでもいいんだけど、会社というのは、大体日本の会社の昔からある古い会社というのは、決定権を持ってる人が、男性の割合が異常に高いんですよ。で、これはなんかそういうのが良くないよね、変えたいよねとかいうのはご自由にどうぞ頑張ってください。今現実の話をしてます。現実問題として結局決定権を持ってるのは男性が多くて、で男性のおっちゃんは女性に話しかけられると割と時間を使ってしまう人が多いんですよ。男性がしたらいや営業とかいらないから今忙しいから帰ってって言って帰らせるんですけど、女の人に話しかけられるといやちょっと今忙しいんだけどさ、じゃあ5分だけねみたいなので5分だけ話を聞いてしまうとかをやるんですよ。でこれは女性の能力であり特権なんですよ。要するにこれは男性ができないから女性の生保レディと呼ばれる人たちは大企業の決定権のある人に食い込んで、で結果として契約が取れてその女性は売り上げが上がって幸せになれるよねっていうウィンウィンの話なんですよ。生レディの人はやりたくなきゃやんなきゃいいんだもん。生保レディの人って会社にもよるんですけど、基本的には正社員じゃなくて事業委託の人が多いんですよ。なのでそこのじゃあ取引先に毎朝行きますとか、相手のおっさんに好かれるためにプレゼントを持ってきてますとかも基本自腹なんですよ。でもそれでも自分の方が得するからっていうのでやってて、そのために女性である方が売れるよねという女性であるというのを利用してやってる営業行為なんですよ。でそれがやりたくないならやらなくてもいいですよねって話なので、その正社員で誰かに命令されてやってるわけなく事業委託なのでってい
いうのが事業委託ではない時にも起こるんですよ。要するに今は事業委託の人で儲かるからじゃあ男性のところに行きますっていう女性の話をしたんですけど、正社員だったとしてもでもこの取引先を取ったら出世できるよねとか、この取引先を落とすことで自分の社内でのポジションが良くなるよねっていうので自分にメリットがあるよねと考えて動く女性というのもいるんですよ。でそこが自発的な行為なのか誰かの命令でいやいややらされたことなのかというのの線引きができないんですよね。なのでこの問題ね、多分ね線引きのしようがないんですよ。自分から得になるよねと思って動いたけど結果として得にならなかったから嘘ついたけどバレちゃったっていうパターンの人も草津町長を訴えられた事件であったんですよね。偉い人に無理やりやられたんですっていうので自分のポジションを良くしようとして草津町長好きなんですとか気に入られたいっていうので近づいてって思い通りにならないから強制的に性行為されたんです突然言い出して社会問題になって裁判になってみたらそんなやられてなかったね、証拠はあなたが自分で録音した音声ですっていう形で女性の方が負けたんですけど、っていう形で自分の思い通りにならなかった時に報復をしてやるぜっていう人もいるんですよ。でそうするとそれは本当に被害者なのか自分はやりたくないことをやらされたのかそもそもその性被害があったのかとかもう分かんないんですよ。なので一概にテレビ局がそういうことあったよねというのも果たしてそれが本当にあったのかどうか実態として強制性があったのかなかったのかっていうのが結構難しいので、なので僕は第三者委員会できちんと調べるとかでない限りはあまり判断ができない問題じゃないかなと思ってるんですよね。というところなので自浄作用というのでいくと、じゃあカラオケ行きますっていう時に会社の命令で上司命令だからお前はカラオケに行けとかって言ってたらそれは自浄作用を働かさなきゃいけないことなんですけど、取引先の人がカラオケ行きたいですって言った時にじゃあ私も行きたいですっていうのってそれ自浄作用を発生させるとするとお前は取引先とカラオケに行ってはならんみたいなことで止めなきゃいけないんですよ。仮にじゃあ僕がマイケル・ジャクソン大好きだとしてマイケル・ジャクソンと飲み会があってマイケル・ジャクソンが二次会行きたい人って言って僕がマイケル・ジャクソンさん二次会行きたいですって言ったら僕の上司がいやお前は行ってはならないこれは自浄作用だとか言われてマイケル・ジャクソンとカラオケに行けるチャンスが失われたっていうのは誰も幸せにならないじゃないですか。僕はマイケル・ジャクソンとカラオケ行きたいしマイケル・ジャクソンも誰か来てほしいと思ってるけど、でもそれがなんか会社としての命令みたいになるから自浄作用を働かせるべきである。だからうちの会社の社員はマイケル・ジャクソンとカラオケに行ってはならないみたいなこと言われてもいや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 ってなるじゃないですか。だからなんかね何をもって正しいかというのが一つ一つの事実によって異なるのでこんな感じだからこうだよねみたいなジッパ人影にできることはないんじゃないかな。マイケル・ジャクソンも引退になるかもしれないですね。僕とカラオケ行ったせいで。週刊誌の阻害が分かりません。人や企業を陥れて自分だけは儲けてますよね。誰も幸せにならなくて嫌な気分にしかなりません。詳細はまだ略してませんが中脇も被害者の方もも辛いもしただけなのにはいそうです。なので僕は週刊誌を買うべきではないと思ってるんですよね。ただたまにね文春とか新潮はね国会議員のね賄賂とかを報道したりするんですよ。社会にとってね本当に必要なことを、ね、たまにやるんですよ。だから一概に週刊誌がいらないかというとそうでもない部分もあったりして甘利さんっていう元大臣の人が確か300万ぐらい秘書が受け取ったみたいなやつとかも確かに文春かなんかがすっぱ抜いたやつかなっていう感じでねたまにねいい仕事するんですよ。基本的には民間人の切った張った的なやつとかで金儲けするのはいかがなものかなというふうには思ってるんですけど、裁判でもこの週刊誌とか負けてることもあって人の不幸を金にするというので利益を上げてる会社ではあるのでよろしくないなという部分もあるんですけどたまにいいことやるんです。だからなんかこういうものは社会にとって必要ないと言えるほどでもないんです。新聞がやらないことをやるんですよ。なのでね一概にね完全悪であるとは言えないっていう。僕は中居君が好きです。示談したってことは解決済みということなのにと思いました。そのこととフジテレビの問題は別問題として考えるべきかと思いました。僕も実はそう思ってて、僕がちらっと記事で読んだ限りフジテレビの人が中居君の家に行ったという話は飲み会がなくなった後中居君が家で料理してて2人っきりになるけどうち来ないって言われてうちに行ったという話で、会社の上司が斡旋したとか会社が飲み会をセッティングしたという話ではないんですよ。これでごっちゃにしてる人多いんですけど上司が企画した飲み会はポシャってるんです。中居君とその女性社員とフジテレビの上司が何人か集まるよって言った飲み会があってでこれで何かあったんじゃないかという誤解がしている必要が多いんですけどこの飲み会はポシャってるんです。で次の日の土曜日だか日曜日の時に飲み会なくなったん
だけどうち来ないっていう風にその女子社員に対して中居君が言ったのか女子社員が連絡したのかちょっとどっちか忘れたんだけど、今家で料理してて2人っきりになるけどうち来るって中居君が聞いて女子社員が言ったというのが僕が見た週刊誌の記事なんですよ。キャプチャーを見ただけで買ってないんですけどね、すいません。はい、なので会社ぐるみではないんですよね。それが真実なんであれば。とりあえず週刊誌は信じられないので、週刊誌が嘘書いてるかもわかんないんで、僕は真実を知りたいんですよ。スマップの中で最中持ち不祥事の詩は木村拓哉のみです。あれ、香取慎吾さんはないよね。やってないよね。香取さんがなんかやらかした。裸で何が悪いって言った人と、酒飲んで車の中で酒が抜けるまでずっと籠城した人がいるだけで、香取くんやってないよね。慎吾ママやってないよね。慎吾ママはやらかしてないんじゃない？なので、キムタクだけじゃなくて慎吾ちゃんもクリーン。リアック高橋の世界の点に中井とひろゆきを置いてきたり探すことになった時、どんな戦略で臨みますか？でも基本的にはもう中井くん主人公にしちゃって、サポートに僕回るんじゃないかなと思います。東出ひろゆき世界の果てに置いてきたって南米版の場合は僕はサポートに回ってる感だったので、ああいう感じになるんじゃないかなと思います。地上波テレビで松本さんも中居さんも来ましたが、芸能時代は割と早い方で YouTube を始めた近海強盗的な宮迫さんが意外と勝ち組になった気がします。ひろゆきさんの喧嘩をしてください。いや、宮迫さん全然勝ち組じゃないですよ。かなり苦労してますよ。ちょっと前にスタッフ切ってるんですよね。あまりにお金がなくて。なので、早く YouTube を始めたというだけで、別に儲かって得してるかというと、全然儲かってないです。なので多分ね、金塊盗んでる方が儲かってんじゃないかな。結局ほら、こうやって僕にも金塊強盗いじりされるしさ、粗品さんとかにもクソ野郎みたいな言い方されてるわけじゃん。先輩面すんじゃねえよ、お前面白くねえよみたいなこと言われてるわけじゃん。だから、早めに YouTuber になって文句言われて、しかも最近もうヒカルさんにも絡んでもらってないからね。もともとヒカルさんと宮迫さんと結構絡んでたけど、最近もう全然絡んでないでしょ。救急所も売れちゃったからね。はい、なので、なかなか厳しいんじゃないかなと思いますけども、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。